つも欲しいおすすめド定番レディースウォッチ合成。迷えるすべての高級時計購入検討中女子に送る今回の動画。とりあえずこれ買っとけば間違いなしっていうおすすめの超ド定番レディースウォッチを5本紹介していこうと思います。それで最初に今回選んだ時計のコンセプトをお話ししようと思いますが、私のイメージですが、時計って特に機械式時計なんかはやっぱり男性のものっていう印象が強いんですよね。事実男性用の方が圧倒的に多いですよね。そんな感じなので、レディースものってメンズの時計をただ小さくしましたとかダイヤをつけときましたみたいなものが多くて、私はそういうのは少し残念な気持ちで見てしまうところがあるんですよね。そこでですね、そんなレディースウォッチの中でも今回紹介するものは一目でわかるようなアイコニックなモデルかつ男性よりも女性の方が似合うであろうモデルっていう熱い基準で選んでみました。だからもう女子がこれこれって言ってくれるだろうものを取り揃えてみたので、最後まで見てもらえると嬉しいです。ちなみにもう一つおまけで、最近いろんなものが高騰してしまっていて、時計も例外ではないというか、時計こそ値上げがえぐいことになっていますが、一旦価格のことは忘れてもらって、その時計の造形の美しさを感じてもらいたいと思っています。お金のことはその後考えればいいんじゃねえかっていうスタンスでお願いします。はい、それではやっていきましょう。レッツゴー。では1本目のおすすめレディースウォッチですが、1本目というか2本まとめて紹介したいと思います。というのも、正直レディースウォッチといえばここしかないんだわっていうブランドがありまして、そこから2本選んでいるからなんですね。もうここまで言えばどこのものかわかると思いますが、カルティエなんすよね。もし私がこれから初めて高級時計を買おうと思ったら、もう間違いなくカルティエから選びますね。それくらいカルティエはおすすめなんです。それはなぜかというとですね、歴史が違うんですよね。カルティエ以外のジュエラーの多くは1970年代以降に本格的に時計の製造に参入しているんです。ところがカルティエの場合、有名どころだとサントスが誕生したのが腕時計黎明期の1904年ですから、もう年季が違うんですよね。カルティエに関してはこの歴史の堆積というものがありますから、それはもう洗練されたおすすめしたいモデルがたくさんあるわけなんです。はい、それではおすすめの時計の話に行きたいと思いますが、まずはカルティエといったらこれは外せないでしょうというモデル、タンクですよね。その中でもタンクマストを推したいと思います。タンクはカルティエ3代目当主のルイ・カルティエが戦車から着想を得てデザインしたとされていて、アールデコを先取りしたような直線的なデザインが特徴ですね。最初のタンクが誕生したのが1919年ですから、100年以上の歴史があるモデルなんですね。そんなタンクシリーズの中でもタンクマストは2021年に復活したもので、タンクシリーズのエントリー的な立ち位置ですね。デザインは正統派タンクといった感じで、タンクの特徴を全て備えたような癖のないものになっています。正直に白状しますと、私だったらタンクマストいっちゃいますね。そのくらい好きですね、タンク。はい。とはいえですね、私はタンクマストはやはり革ベルトこそふさわしいと思う派に属しているんですが、金属ブレスレットがいいとそういう方も多いんじゃないかと思うわけです。で、タンクマストにもそういうブレスレットモデルもありますが、私はあんまりピンとこないんですよね。悪くはないと思いますが、ってところで、そんなブレスレット派の方にはタンクフランセーズをおすすめしたいです。これはもうカルティエのレディースウォッチといったらっていうモデルだと思います。タンクフランセーズは1996年に登場した比較的新しいものなんですが、あくまでも他のタンクと比べたらってことですけどね。それでこの時計、名前にフランセーズ、つまりフランスのってついてますが、こんな名前にするだけあってカルティエのガチ感が伝わってきますね。で、何がいいかってとこなんですけど、やっぱりブレスレットがいいんですよね。先ほどのタンクマストは古のタンクを継承するようなフォルム、デザインになっていて、それって革ベルト前提のものなので、私としてはブレスレットモデルはやや強引かなと思ってしまっています。ところがタンクフランセーズの方はブレスレットありきでケースがデザインされているので、ケースとブレスレットの一体感があって非常に綺麗なんですよね。それでありながらローマンインデックスとかベゼルのないケースとかがカルティエらしさ、タンクらしさというのを損なわないようにデザインされていますよね。しかも2023年にモデルチェンジしていて、よりモダンでスタイリッシュになったように思います。
やはり時計をブレスレット感覚でつけたいっていう方が多いと思うので、そういう意味ではタンクフランセーズがその需要にビタッとはまっているんじゃないかと思いますし、このあたりは女性のためのタンク感があっておすすめしたいところですね。ちなみに私の中のタンクフランセーズのイメージは女子アナでして、それぐらい人気と言いますか普及しているモデルなのかなと思います。それからここまででタンク2本を紹介したわけですが、どっちも四角いケースの時計じゃないですか。時計といったら丸いケースだろう派の方もいらっしゃるかと思うので、そういう方にはパシャとかバロンブルーとかいろいろとありますので、今回の動画の中では触れませんが、この2本に限らずまずはカルティエの時計を検討してみてはいかがでしょうか。カルティエの回しもんかっていうくらい押しちゃいましたねはい、では3本目いきましょうか。次はカルティエからしっかり目に離れていきます。3本目はブルガリのブルガリをおすすめしたいと思います。この時計もブルガリを代表するモデルですね。カルティエの時計の方はパリのエスプリを感じる上品でクリーンな印象ですが、こちらの方はイタリアらしい艶やかな雰囲気がありますよね。で、このブルガリのルーツに触れておきますと、1975年に乗顧客向けのノベルティとして作られたデジタル時計がありまして、それがブルガリのルーツになってます。この時点でベゼルにブランド名を入れるっていうデザインになってるんですね。そして翌年、今度は機械式のものが出たんですけど、ベゼルにブルガリローマと彫ってあるもので、そこから1977年のブルガリにつながるっていう流れですね。そして注目すべきは、ブルガリローマは巨匠ジェラルド・ジェンタがデザインしているっていうことなんですよね。ジェラルド・ジェンタといえば、今めちゃくちゃ人気のあるロイヤルオークやノーチラスをデザインした方で、もちろんそれだけではなく、オメガの C ラインとかクレドールのロコモティブとか IWC のインジュニアとか、枚挙にいとまがないですね。今回ブルガリをピックアップしたのは、ブルガリのアイコンっていう以上にジェンタのデザインだからといっても過言ではないんですよね。はい。で、デザインに関しては古代ローマのコインの外周に彫り込まれた文字がデザインソースになっていて、この辺りはローマのブランドらしい感じがしますね。ブルガリのこのデザインって今やブルガリのアイコンになって見慣れてしまっていますが、ダイヤルにブランド名を記さずにベゼルに入れるって斬新ですよね。そういうちょっと主張が強い感じもまたイタリア感があっていいですね。ちなみにブルガリは今年原点回帰的な新作が出ているんですが、ジェンタのブルガリローマはフォントとか針が細かったりして全体的にドレッシーなんですけど、新作の方はそれと比べるといろいろ大きくなっていて少し現代的な雰囲気になっていますね。とはいえオリジナルに近いものになっているので結構いいんじゃないかと思いますね。はい。では続いて4本目に行きたいと思いますが、ここまでの3本はドレッシーなモデルが続いているので、次はスポーティーなものを紹介したいと思います。というわけで4本目はシャネルの J12 を押したいと思います。J12 は2000年に誕生した新しいモデルで、シャネル初の本格的な機械式時計なんですね。デザインはアーティスティックディレクターを務めたジャック・エリュがレーシングカーとセーリングからインスピレーションを受けてできたものです。割とオーソドックスなスポーツウォッチ前としていますが、時計専業ブランドにはないファッションブランドらしい程よいカジュアル感みたいなものがありますね。それでこのモデル、シャネルを代表する時計ではあるんですが、もちろんそれだけではなくて腕時計の歴史に名を残す非常に重要なモデルでもあるってことで取り上げています。それがどこかというところなんですけど、この時計の最大の特徴でもあるんですが、セラミックを使っているからなんですね。これがめちゃくちゃ革新的だったんですね。J12 が出る前の時計の素材といえば金とかステンレスなどの金属でしたが、 J12 の出現によって高級時計にセラミックを使うっていうのが一気に広まりましたね。そういうすごいモデルなのでおすすめしております。それでやはりセラミックが使われているってことで質感が独特ですし、何より白と黒の色使いがいかにもシャネルらしいですよね。こういうところが他の時計とは一線を画していて、独自のポジションを確立している時計のように思います。ちなみに私の中で J12 といえば元スマップの中井さんで J12 ってそのイメージがめちゃくちゃありますね。はい。では最後5本目ですが、5本目は超絶ハイブランドエルメスからケープコットを紹介したいと思います。まあ正直エルメスは腕時計が強いイメージはあんまりないんですが、それでもケープコットをしたい理由があるんですね。それがですね、この時計有名なデザイナーが関係しているからなんですよね。
ケープコッドは1991年に誕生したモデルで、エルメスのデザイナーアンリ・ドリニーによりデザインされたものです。アンリ・ドリニーといえば彼のデザインが有名ですが、その他にもいろいろとデザインしているアイテムはありまして、時計で言えばアルソーもドリニーのデザインです。そしてドリニーは実はエルメスの本店にアトリエがあるというすごい方なんですよね。ってな感じのケープコッドですが、デザインを見ていくと長方形と正方形を重ね合わせ、そこにエルメスといえばのシェーヌダンクルが組み合わさったフォルムが特徴的ですね。ダイヤルを見てもこのインデックスのフォント、これもシェーヌダンクルをモチーフにしたデザインとなっています。革ベルトにこの四角いケース、シンプルなダイヤルなどで上品な雰囲気がありますが、そこにこのインデックスの数字がややカジュアルな印象を与えながら、でもよくよく見ると数字の縁取りとかその辺がエルメスらしくパキッとしているところがいいですね。この辺りが非常にいいバランスになっていて好きですね。っていうだけじゃないんですよ、この時計。さらにもう一つ推しポイントがありまして、この時計には超絶人気デザイナーのマルタン・マルジェラが1枚噛んでるんですよね。マルタン・マルジェラは1997年から2003年までエルメスのデザイナーを務めていまして、この時期のエルメスの服はエルメス・マルジェラ期と呼ばれていて、未だに高い人気を誇っていますよね。で、そのマルジェラがいた時ですね、1998年なんですけど、ドゥブルトゥールというベルトを二重巻きにしたやつが発売されたんですね。それがマルジェラが考案したものなんです。今では二重巻きのベルトって市民権を得ていて普通かもしれませんが、改めて見ると脱構築感があってマルジェラ州のするすごいいいデザインですよね。なのでドゥブルトゥールのケープコッドは2人のすごいデザイナーさんが生み出しているということで、エルメスの中でも特におすすめしたいモデルなんですよね。はい。ということでおすすめのレディースウォッチを5つ紹介してみたわけですが、最後にですね、レディースウォッチについて本音ベースでちょっとだけ語ってみたいと思います。今回紹介した時計のラインナップを見てもらえるとわかるかと思いますが、時計専門ブランドのものってチョイスしてないんですよね。最初に言ったようにほとんどのレディースウォッチってとりあえず男性用のを小さくすればいいでしょ、ダイヤつけとけばいいでしょ感があるからなんですけどね。なのでどうしてもメインターゲットが女性っていうブランドの時計をおすすめしてしまっています。だからデザインの方を重視してあんまり時計の中身には触れなかったっていうのもあるんですけど、まあもちろん専業ブランドの中でも好きなモデルはあるんですが、今回はド定番ということだったのでこういう感じになりましたね。で、その中でもやっぱりカルティエっていうのは時計製造に関して歴史のあるブランドで、いくつもアイコンとなるモデルがありますから頭一つ抜けていると思いますね。なのでとりあえずカルティエから選んでおけば間違いないまでありますね。はい。ではそんな感じで今回は終わりたいと思います。それでは僕から以上。いやー、さっきも言いましたけど今回はハイブラ系の時計だらけだったので、腕時計ガチ勢女子には物足りない内容だったかなっていう気がしますね。なので今度そういうガチ勢に向けたレディースウォッチ紹介動画をやりたいですね。ド定番かと言われるとそうでもないようなものばかりを選びそうですが、好きな人にはぶっ刺さるみたいなのをチョイスしたいですね。そんな感じです。それでは。